転がせるなんかそのさっちゃんだったら僕の無謀ですね。3対1でも全然ちなみに胸とももです。色味が違いますね。ももとか真っ赤っかですね。秋田から来てます。毎朝。平井屋さんっていうところからもうずっと撮ってます。同じところからですね。ブッシュじゃん。ブッシュとサルコジと、誰だったかな。福田さん。福田そうです。仕入れで400円なので、本当に下手な和牛クラスです。あるともっと高いです。で、売ってないですよね、あんまり。売ってない、比内地鶏はまだ売ってないですね。胸はそぎ切りでもなんか特に骨とかもあんまりないのでサクサク切れるんですけど、ももは骨がすごいあるので骨をこう取りながら、なのでちょっとももの方が丁寧に切ってます。割と大ぶりな切りそうなん方ですよ。ですよ。これ焼き鳥にもなるので、あんまりちっちゃいと焼き鳥の串がすごいちっちゃくなっちゃうんで。そうかそうか。特盛りだろうがなんだろうがペロッとなくなっちゃうんで。チキン結構そう結構嫌になりますよ。なんだ。そうですね。はい。嫌になってんなっていうのがね。わかるよね。わかるんですよね。お肉を取った時に。すげえ雑になってるんですよ。ひな一度です。この終わらない先が見えなくて。入ってて名前をこっちから。でもごめん、ちょっとまな板取ってもらっていい？はい、洗います。いくつ入るんですか。大体5、6個ですね。串で。一番頭とお尻は火が通りにくいんで、比較的小ぶりなやつを。串刺す。極力刺さないようにはしてます。串にやっぱ打ってしまうと余った時に鳥ダメになるんですよ。本当なんか何もしないものよりもこう鳥の傷みが早いというか、串に刺すとその日さばいたものをその日出すっていうふうには心がけてるので、はい、おしまいです。串はとにかく利益はほとんどないんですよ。串が580円なんですけど、もうほぼほぼ 100g に近い打ち方をしてるので、とにかく美味しいんで食べてくださいねっていうでサイズもね、親子丼に入ってるサイズなんで
結構一つ一つ結構でかくてゴロゴロしてるので。これ大体醤油何本ぐらい入れるんですか？大体ですよ。大体2本ですね。基本はもうみりんと醤油だけですね。まあ、先代がやっぱり味のスペシャリストだったっていうふうに聞いてるので、いろんなものを混ぜ合わせて複雑にするというよりは、素材がうちはその比内地鶏とおくくじらっていういい素材を使ってるんで、その素材から出汁がもう出るんですよ。その出汁をまあうまく引き立たせるために、タレはもう極力最小限。ここからお肉でしょ。はい。砂糖を使わないのはくどさをなくすために、みりんで仕上げることによってすっきりとした甘さが出てくるので、そこが狙いだったと思います。細かい企業秘密ですね。今何の作業をされてる？これは、レバーとハツを分けて、こういうところ部分をちょっと不要な部分を、取ってる感じです。で、一口サイズに。低温調理してネギ塩だれで食べていただく料理です。美味しいんですよ。結構人気メニューなんですか？そうですね。夜親子丼以外では結構上位に来ます。この中のこれを全部取ってきれいに洗います。いやでもレバー好きな人は多分ここまでやらなくても全然食べれますよね。なるほど。レバーが苦手な人が食べられるようにっていう感じで臭みを取るっていう、きれいにしてで大将自体がレバー嫌いなので、自分が食べられるレバーを作りたいっていうことでできたメニュー。臭み消しですね。中に細かいというか血がまだ入ってるんですけど、それが塩で揉むことによって出るんですよ。レバーは火を通す温度で鉄分臭さが出るんですよ。そこをこれから低温調理で火を入れていくんですけども、その温度っていうのが大事だ。そのギリギリのところを食べられないのに食べて我慢しながら、まだかなり食べてます。秋田小町ですね。秋田にある大潟村っていうところから直接入れてます。やっぱ生産者の顔が見えた方がいいですよね。はい。これ今日のお通しですね。肉豆腐。お通しはいつも。あ、いえいえ、もういろいろですね。魚釣ってきたらその魚を調理してお通しにしたりとか、
あとこれから冬なんでちっちゃなおでんを作ったりしますね。よみさん、油皮切ったらさ、こっち持ってきて。そのお出汁の中に鶏のうまみを足してあげて、臭みがまずないんですよ。鶏臭さっていうんですか、それが比内地鶏はほぼないんじゃないですかね。いい匂いしかしないですようまそうな匂いがする。何があるか何でもありますね。はい、プラスで。はい。いいです。シンプルなの選んだ。少しいないだったから、少し先からよってみんなありがとうございます。お豆腐が豆腐がちょっと冷たい。答え言っちゃってるじゃん。いいですね。めっちゃ美味しい。うちって蕎麦屋感覚のお店で、親子丼とちょっとしたお酒を飲まれる。日本酒なんかもいいの入れてますし。はい、ひろみさん戻し。ダメだ、ダメです。聞こえない。それはいい。そうなんですね。はい、お待たせいたしました。一人でございます。逆についてるけど。タレでございます。うまみと皮の甘みがすごく美味しくて、焼いた時の香ばしさですね。皮と油がお客さんからも言われるけど、その親子丼で食べても皮は美味しいんですよ。だからこの油はうちの料理のいろんなところに使われますね。これはすだち。身が取れやすいから、なんか食べやすいなっていう。めっちゃ美味しいですよ。本当にめっちゃ美味しい。ご飯食べる前に軽く見て。欲しいですか？親子丼。ここは一回食べたら必ず。食べていただきますよね。だから絶対切らさない。なるほど。常連さん食べる方多いから、そうなるべく絶対一回食べたらね、ハマりますよね。ここに乗ってないやつ作りますか？何あります？レンコンと胸肉と揚げ浸し作る。ありがとうございます。でも親子丼と言ったら。揚げ浸しに鶏の出汁を使われるんですか？あ、そうですそうです。すげえボリュームになるなこれ。これ一人前結構すごいっすよ。はい、じゃあこれに。
今回鰹節が入った鰹節のコクと、鶏だしのコクが入ってるので、でもさっぱりしますよね。しますね。ね、うんあんまりね脂っこくないんですよ。ああ、確かに。それは言えてる。そうね。揚げ出しなのに。揚げ出しなのに。もういきますよ。はい、そうですね。いいですか。はい、お願いします。わかりました。ご飯少なめで。ご飯少なめで。はい。はい、ではタレをいきます。奥久慈卵の卵で黄身がすごく大きくて黄身の色が濃いじゃないですか。これがこの卵の甘さの秘訣なんで。まあもっと言うとそうね。入れたら一気に強い。ありがとうございます。めっちゃ楽しみだな。はい、ありがとうございます。はい。なんかでも俺ね。でやっぱ鶏の食感がね、ね、ちゃんと弾力を残す仕上げっていうのがでもプリプリしてる。の、不思議な。一羽一羽その大切に育てられてる鶏で作ってるので、広い土地で放し飼いされて、あ、ちゃんとそういうのもそうですね。三つ葉もなければ玉ねぎも入ってないですし、ご飯、卵、鶏肉というもう必要最小限だけで構成されているので、もうシンプルにも素材の味を楽しんでもらうっていうところですよね。特親子丼は3つ使って。はい、ちょっと並盛りです。お一つ置いてお皿とかあればお届けします。ありがとうございます。乾く瞬間が。そうですね。だってせっかくね。毎回ところやかありがとうございます。らね。ありがとうございます。やっぱり鶏のバランスが良くて、そこは本当にこうやっぱり素材のそのままをこううまく生かしてみたいなところが鶏の好きです。確かに。ちっちゃい開けなくって。レバーを一つお願いします。具がなんか味が増えてる。じゃあ俺特親子丼にしよう。じゃあ俺特親子丼大盛り。はい、特大。
ったらもうすごい美味しそう。牧野さんってわかる？その先代が作ったお味噌汁、鶏の出汁が入った野菜も特に入ってないですし、味噌と本当にわかめとネギだけなんですけど、こう味噌汁っぽくないんですよね。動物系の味がやっぱりするので。特並と普通の親子ね。ブリをね、煮てるんじゃなくて、低温調理して煮つけてあるから、多分煮つけのパサパサ感ないもんよね。柔らかい。いきます。これはなかなか食べれるものじゃない。友達はもう絶品です。なんかでもなんか言っちゃったってその怒った後にこの人からレバーだけどレバー臭くない。甘みがある。ななみちゃんは7に海だね。だから漢字だからその違いもあるんだけど。めっちゃうまいこれ。すごいシンプルじゃない？塩。初めて食べた。わかんないんだけど、すごい美味しい。こういう何本でも食える。通常の方で、ご飯も普通でいいですか？普通です。はい、かしこまりましたが、親子丼で。オッケー。忘れたって、さっちゃんのリクエスト忘れたって。トマトでも。そうね。そうね、自分で見て。自分で見て。どうしようかな。卵の火加減もすごいちょうどいいし、鶏肉が全然違います。ゆるみさん、バーナーください。これは、地鶏を同じように低温調理して。お客さんにちょっと出そうかな。次のメニュー乗るかもしれないです。しかと味もしないですね。そういうこと。店長わかんないね。そうね。クロちゃんチョイス。もらえね、ここからレモンサワーの。もらえね。鶏刺しに近いんだけど、ちゃんと火が通ってるから安心感みたいな。めっちゃ柔らかい。柔らかい。新メニューを作ると来てもらってる人に低温調がやってる。で反応を見て OK だったら次に作る。これがあんまり反応良くなかったらまあ好みもあるんであれなんですけど、比内地鶏を食べてみて可能性というか、こいつ何でもうめえなっていうじゃあこうしたらどんな味になるんだろう、こうしたらどんな味になるんだろうっていうのを今こういうものを作ったりとかやってますね。今日はまだ飲まないですか？まだ飲んでない。まだちょっと早いの。そうっすね。もう飲んじゃえば？いや、そう。でもあれじゃない。転がせる。なんかそのさっちゃんだったらなんとか。まあそうっすよね。相当量結構高いな。高いんですよ。まあ塩っすからね。これはすごくなんですかね、お刺身とか、ステ
ってるだけだと味噌汁とか作っても美味しいな。絶対うまいよね。ちょっと味噌ただ入れるだけでそうだよね。なんでもいいもんね。いやすごい。どうもありがとうございます。なるほど。なかなか。この親子ください。はい、ありがとうございます。普通のノーマルでいいですか？普通で、はい。ちょっと出られない。なんで謎のなんかスタンドとか書いてある。できたできないみたいな感じでまあ電話取らないところすいませんねありがとうございます。はいやったねやってきたそうだよサラダだよねこれね、地図的にはやっぱりベースが親子丼なので、その親子丼を食べていただいて、親子丼に合うお酒を飲んで楽しんでいただければと思いますけどね。初めて聞く。これはなかなかディープな体験。いいですよね。どうしようと思ったんですけど、ちょっとこれにつられました。いや本当に。中華料理屋さんを営んでたんですけど、中華って大変じゃないですか。鍋重いし、振らなきゃいけないし、メニュー多いしっていうので、もう全てをやめて、もう老後のお店をちょっとやっていこうかっていうので始めたみたいです。そうなんです。そしたら1ヶ月後には列ができちゃって、2日に広がって、で結果忙しくなって、嫌だ嫌だってずっと言ってた。結構出身は秋田。まず比内地鶏を知っていてずっと温めてたみたいなんですよ。もういつかやろう親子丼やろうって言ってそうだよね。だって30代ぐらいの時から比内地鶏で何か料理をやりたいっていうふうには思ってたみたいですね。やっぱその比内地鶏って最初見た時に高いってイメージがあったんですよ。比内地鶏なんでこんなに高いの食ってみようっていうことで食べた時に、やっぱ今まで僕宮崎出身なんですけど、宮崎でも地鶏とかあるんですけど、やっぱ違うんですよ、テイストが。うまみがすごい強いっていうのは、だから僕こんなことでもあれですけど、外で親子丼ほぼ食べたことがなくて、でここに来て初めて食べた時に親子丼ってうまいんだなっていうのを改めて実感して、でそこからじゃあ継ごうか。そうですね、残したいですね。そうね。ほとんど他で食べてないですよ。秋田行った時ぐらいだと食べたの。やっぱ喋るのこうじゃないんですよ。こう言ってるのすごくいいですよ。昼は大将だから夜はママになってスナックですけど衣装が違う。衣装が違う。フリフリが。